にちは、カニコでございます。ということで、本日の食材がこちら。生牡蠣っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。生牡蠣。ということでね、買ってきました。僕の大好物。何回も言うんですけど、僕、牡蠣が海鮮の中で一番好きでして、特に生牡蠣、大好きです。で、今日買ってきた牡蠣は、北海道の厚岸産の牡蠣になります。とってもクリーミーで焼いても生でも美味しい牡蠣となってます。もちろんこちら生でも食べれる牡蠣となってます。で、僕、今日この牡蠣とは別に、もう一個、すごいの買ってあるんですよ。それがこちら。小川のウニ。わーい。めちゃめちゃ高いウニ買ってきました。これ小川のウニって、とっても有名なブランドのウニです。高級なお寿司屋さんも使ってるとこがあるぐらい、すごく品質が良くて、美味しいウニです。明晩は使ってあるんですけど、美味しいんですよね、このウニ。ほら、見てください、これ。素晴らしくないですか？一粒一粒も粒が大きくて、美味しそうです。で、これがロシア産ですね。で、これウニって、こうパッケージだけこう見ると、見るからに北海道産に見えるんですけど、実は取れてるところはロシアが多いんですね。ロシア産なんだけど、加工は北海道みたいな、そういうウニが多いです。でもロシア産のウニ、美味しいですからね。で、そしたら今日はこちらの牡蠣とウニを使って、最強の痛風牡蠣を作っていきたいなと思います。なんじゃそれと、聞いたことねえぞと思う方、大半だと思います。見ててください。そしたら、まずはこちらの牡蠣を剥いていきます。はい、じゃあ、開けていきますね。何回も説明するんですけど、まず牡蠣っていうのをこう見たときに、こう下がぷっくりしてます。で、上が平らです。で、平らの方から剥いてください。で、貝柱は、だいたいここら辺にあります。真ん中よりちょっと右か、ここら辺ですね。そしたら、貝の隙間からナイフを入れて、貝柱を断ち切る必要があります。断ち切る際に、横からこういう風に入れていくやり方と、でちょっと遠いけど、てっぺんから入れて切るやり方。お尻の方からグッとやって、パカッと切るやり方。いろいろやり方があるんですけど、一番殻が入りにくいのは、このてっぺんからやるやり方。これをおすすめしてます。いきますよ。隙間からまずこうやってガリ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 と。こうやってすぐ入ります。で、持って、で、こうカリ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 と。はい、今、貝柱切れました。そうしたら軽く開けて、外硬膜のひらひらを全部下に落として、で、パカッと開くと。で、この中で海水を落とします。こういう感じですね。そしたらここ。で、ここ貝柱ですね。で、下側がまだくっついてますんで、下側も外します。これで完成。ちょっと食べてみましょう。ポン酢をちょいとつけて、いただきます。うわ、うまっ。えぐみがないね。ちょっと厚岸の牡蠣にしてはちょっとあっさりしてるかなっていう感じですね。美味しいです。でもじゃあ今日は10個ぐらい剥いていきましょう。で、こっちから開けにくい場合は横からいきましょう。いろんなところから攻めましょう。ほんと牡蠣って形が全部違うので、こういうピンってしてる牡蠣は開けやすいですよね。ただこういう風にちょっとひん曲がってるやつ、こういうやつは取り扱いが難しい。人間と一緒です。性格がひん曲がってるやつはちょっと扱いにくいでしょう。一緒ですよ。お前はどうだ、ひん曲がりくん。こっちから開けてやる。よいしょ。お前も中身プリプリやん。実はいいやつみたいなパターンのタイプじゃん。そうしたらこちらの牡蠣を今日はこの船盛りに乗っけていきます。こんな感じ。そしたらひとまずこれはここで終わり。で、今日痛風牡蠣に使うのが、もちろんこちらのウニ、明太子、そしてこちら、イクラ。こちらの食材をあの生牡蠣の上に乗せます。なんて贅沢な食べ物でしょう。で、乗せるだけじゃもったいない。こんなにいい食材があるので、この食材一つ一つも味わっていきたいです。というよりか、単純にめちゃめちゃ腹が空いてます、僕。なので、酢飯とウニと海苔で巻いて食べたいと思います。こんないいのありました。酢付き手巻き海苔って。酢飯を作らずすぐできるって。これ自体に酢がついてて、普通にご飯巻くだけで酢飯で食べてるような感じになるんですって。今日は急いでるんでこれ使います。はいよ、白米とわさび用意しました。こんないいネタなので、わさびもちょっと豪華に。
わさびも買ってきました。そしたらまずわさびからですね。で、わさびって、こう頭の方からするんですって。こう、軽くイボイボをこう落とすぐらいでいいらしい。で、これをすります。そしたら海苔で巻いていきます。わかりますかね、こう白いつぶつぶがバーってついてるんですよ。これが酢の結晶なのかな。で、この白い方にご飯を乗せます。ご飯を乗っけて、こちらのウニを贅沢に一列いきます。こういきます。よいしょ。で、両サイドの海苔を上にクッと上げて、ウニの巻き寿司完成。じゃあいただきます。早く食べたすぎて、醤油つけるのもわさび塗るのも忘れました。けどうまい。これすだちちょっとかけたらもっとうまいわ。で、これちゃんと酢飯の味しますね。ただ本物の酢飯の方が美味しいかな。どうしても米全体に酢が回るっていうイメージよりかは、口の中で混ざってで酢飯になるって感じです。で、ご飯の量が少ないとかなり強い酢になっちゃうので、便利は便利なんですけど、僕は普通の酢飯の方が好きですね。さて続きまして、こちら。こうきまして、ストーブの上に何やらいい香りのするホイルが2つ乗っております。これ開けていきましょう。実は中身は、牡蠣なんですよ。ストーブの上で焼き牡蠣を作ってました。ほら、プリップリですね。美味しそう。やっぱ生食用の牡蠣っていうのはこういう風に火を通すと痩せちゃうのが多いですね。次はこちらの牡蠣を巻いて食べます。で、こちら作りました。ポン酢ジュレ。こういう風に固まっております。作り方は水とポン酢と、あとゼラチン入れて、で、少し柚子の絞り汁入れて作りました。これをかき混ぜて、はい、こんな感じ。海苔にご飯乗っけて、で、牡蠣を2つ乗っけちゃいます。そしてそこにポン酢ジュレを乗っけて、こちら、いただきます。うめえわ。口の中でご飯粒と牡蠣汁がこう、うまいこと混ざって、で、混ざってる間にポン酢ジュレが溶け出すんですよね。いい酸味が追加されてうまい。お寿司屋さんごっこは、とりあえず後回しにして、痛風牡蠣完成させていきます。はい、それでは、牡蠣に魚卵を乗っけていきます。ではまず明太子乗せていきます。太鼓さんはあんまり厚く切らずに1センチぐらいに切っていきます。ちょっと主張が激しいと思うんでね。このぐらいに切っていきました。そしたら乗せていきます。イメージ的には貝柱の上に乗っけるような形でいきます。こういう感じですね。そしたら次はウニ乗っけていきます。だいたいウニ4粒ぐらい。ウニって1つのウニから5かけらしか取れないんで、もうこれでウニ1個分ですからね。1匹分乗っけていきます。うわぁ、やばいな、贅沢なことになってきとるな。なんかとんでもないことをしてる気がしてきた。はい、そうしたらこちら、イクラ乗っけていきます。大粒のイクラご用意しました。それをここに乗っけていきます。うわぁ、イクラが入ることによって一気に映えてくるな。やっぱイクラって大事だわ。もう綺麗だもん。どうでしょうか、こちら。ウニ、イクラ、明太子。牡蠣の上に乗っかっちゃいました。で、あとここに視聴者の方からいただいた金粉ですね。こちらも振りかけます。ちょんとこう乗せます。ちょんとね。金粉はね、ふわっと乗せるのがポイント。ペタッと乗っけると、貧相な感じになっちゃいますよね。ふわっとこう。ふわふわふわ。はい、できました。痛風牡蠣。でもちょっとまだここら辺とかが寂しいですよね。もう一個ウニ買ってあります。で、これをここにボゴーンと置きます。可愛いお花をここに添えて、はい、これで完璧に完成。痛風牡蠣の完成。ででででーん。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが痛風牡蠣。中身はからし明太子、大粒イクラ、小川の生ウニ、そして北海道厚岸の生牡蠣となってます。イクラに醤油の味がついてるので、
このままでも美味しいと思うんですけど、ちょこっとポン酢をかけたいと思います。ちょんと。これ、いただきます。札束でパコーンぶん殴られた感じがします。ちょっともう一回いいですか？いただきます。すべてが完璧。これだけいろんなものをごちゃごちゃに乗せてると、喧嘩してるイメージあるんじゃないですか。ただ一つ一つちゃんといいところが出てますね。で、からし明太子。この大きさで本当に良かった。これ以上入れると、ちょっと明太子の主張が激しすぎて、明太子食になっちゃいますね。牡蠣のプリプリ感、ウニのクリーム感、明太子のプチプチ感、そしてイクラの旨味がプラスされて、口の中何とも言えないハーモニーが奏でられちゃってますね。これでも痛風すぐいっちゃいますね。それじゃあ次は、すったわさびをちょんと乗せて、で、お醤油をちょっと垂らしてね、禁断のあれやっちゃいます。オンザライスですね。いただきます。白米との相性も抜群です。はい、ということで、今日はこちらの痛風牡蠣ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！選ばれたやつ。今日は気分的に選ばれたやつです。それに今朝のね、7時なんで、朝の7時からこんなん食ってますからね、ほんと病気です。はい。いただきます。北海道だなぁ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は生牡蠣にいろんな食材を乗せて痛風牡蠣作ってみましたけども、めちゃめちゃ美味しいです。一つ一つ別で食べれば美味しいって分かってるんですけど、ああいう風に目で楽しんで、それで食べる。また単品で食べるのとは違った美味しさがあるなと思いました。ただあれは食べ過ぎ注意。すっごい胃がムカムカっとしてます今。よう考えたら、牡蠣10個と明太子1本とウニ1箱でイクラをスプーン3杯食べたのと一緒ですからね。ちょっと朝からあれは体がびっくりしちゃいました。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。